衝撃のもやけんお姫様抱っこ。全ネクスティが悶絶。5月20日にグローバルデビューを果たしたネクスジ。現在は韓国での活動がメインで、デビュー後は休むことなく音楽番組に出演しています。そんな音楽番組の企画で、もやけんのお姫様抱っこが見れたですと、もやけん以外にもお姫様抱っこをしていたメンバーがいる。これはぜひとも目を見開いてチェックしていきたいと思います。デビューしてから新曲、ライドサバイブの MV やスターライトのトラックビデオの公開など、ハードな日々を送っている様子。この雰囲気、みんなデビューしたての新人とは思えない。ネクスジの7人が儚い少年すぎて、この設定好きすぎるとネクスティも発狂。デビュー曲は明るくてキャッチーで高校生を前面にアピールな楽曲が来ると思っていたので、いい意味で裏切られた感じ。想像の斜め上を行く JYP。もちぼり、さすがです。ブリボニが大優勝してると聞いてスターライト見たら何これ。歌が5に始まりの5に終わりで最後のピアノ弾くモーションからのこの表現だよ。虹の逆襲すぎんだろ。韓国で音楽番組に連日登場しているネクスジですが、韓国の歌番組ってどんなのがあるんだろうと気になっている方も多いはず。韓国は火曜日から日曜日まで6つの歌番組が放送されています。月曜日以外は毎日歌番組がやっているなんてすごい。しかも視聴者投票や売り上げなど様々な角度からその週の1位を決めるというシステムも面白いですよね。ちなみにニジプロの先輩NiziUはハーティスで韓国デビュー。デビュー9日目でショーチャンピオンで1位に。リマちゃんの大号泣に見ているこちらも涙。ライバルであるリリーの月ちゃんが泣いているマコをサポートしてくれている姿も感動ものでした。音楽番組はそんなドラマが生まれる場所でもあります。ネクスジが音楽番組で1位に輝く瞬間もこの目でしっかり見届けたい。音源、音版、SNS、いろんな方面からネクスジを盛り上げていきましょう。そしてネクスジが登場した2週目の M か。活動2週目にしてダンスにアレンジ加え始めてるのシンプルにすごい。デビューしたての新人グループなのにこんなに余裕を持ってステージを楽しめるのかと感激&感動。あと、売り最強リーダー、ともやのエンディング妖精可愛すぎ。もちろん、テレビ画面に向かって手を振り返しました。キャー。ともや。このエンディング妖精とは、歌番組に出演した際、曲のエンディングにアップになるメンバーのこと。毎回どのメンバーがエンディングで抜かれ、どんな表情をするのかも見どころ。そして、この日はセイタだけハンドマイク。もうセイタ、オンステージじゃない。と息も荒く鑑賞していたら、なんと直前にセイタのヘッドマイクにトラブルがあり、マイクに変わったそう。へえ、ドキドキ。セイタはデビューしてから無理やり韓国白肌メイクにさせられていたのが気になっていたんですが、今回は褐色肌と引き締まった筋肉を生かしたスタイリング。それだけでも最高だったのに、まさかのハンドマイク、ラップ。かっこよー。そして今回衝撃だったのが M カでのゲームコーナー。ゼロベース 1vs トリプル Svs ネクスジの3チームでゲーム対決。ボール入りのベルトを腰につけ、全身をシェイクしてボールを早く全部出し、中の球を一番たくさん出したチームが勝ちというゲームで白熱するネクスジ。最初は普通に体を振ってボールを出していたソゴン&トモヤ。一生懸命な姿が可愛いでしかない。制限時間が近づくにつれ、トモヤが何かをひらめいた。そうだ、お姫様抱っこをしてもらい、ボールを振るい落とせばいいんだ。なんだって。天才か。ちなみにソゴンがメンバーのあだ名をつける口コーナーで、トモヤにつけられたあだ名が、天才、でした。やっぱり間違っていないようだ。さあお姫様抱っこ、見せてくれ。と思ってワクワクしていたら、たくましいソゴン&乙女なトモヤ。で、ソゴンが抱っこする側なの。トモヤがソゴンを抱っこするならわかるんですが、まさかの逆。ソゴンがトモヤをお姫様抱っこしてる。ギャー。ゴンちゃん男らしい。ちなみに画面端で爆笑してる大喜びとミヤスも必見。まさかのゴニがお姫様抱っこする側だし、ニッコニコで持ち上げてるし、結論もやけんは尊い。ちょっとゴニがモヤをお姫様抱っこしてるんですけど、ニジプロ2でみんなについていけない、絶対ビリになる唱えていたソゴンが、まさかトモヤをお姫様抱っこするまでに成長するとは。
誰が想像できたでしょうか。そしてここでお姫様抱っこをしてボールを落とそうという発想がバラエティとして完璧すぎる。ともやナイス。ソゴンとともやの頑張りもあってゲームで優勝するネクスジ。おめでとう。あれ、頑張った2人じゃなくて勇気が王冠かぶせられてる。もや抱っこする後に可愛かった。このゲーム全員バージョン見たい。順位発表を待つマンネズ、キヨを。そして優勝してなぜか乗せられるゆうきくん、ちんちゃキヨを。もやけんが体張ってお姫様抱っこまでして優勝したのに、次のシーンでは何もしてない勇気が王になってて笑った。ちょぬん。テシトロもドロっててさらに笑った。いじられ役のマンネゆうき。戸惑いながらも王冠をかぶる姿に燃え、日本でもバラエティ番組に出演してわちゃわちゃネクスジをたくさん見せてほしいですね。ちなみにお姫様抱っこといえば過去にもこんな有名なシーンがあったんです。ユウがちょっかいを出してきた勇気をくるくるお姫様抱っこするシーン。この流れるようなお姫様抱っこ、なんだか嬉しそうな顔の勇気。自分がお姫様抱っこされたらとあらぬ妄想が止まらないネクスティも多かったのでは。ゆうくんにこの突然のお姫様抱っこされてくるくる回されるやつやられたい。こんなんされたら死んでもいい。女の子の夢だ。ちなみにお姫様抱っこの回ではめちゃくちゃリラックスしていたネクスジですが、この1週前5月23日の M カが韓国発音楽番組デビューだったネクスジ。みんながめちゃくちゃ緊張しているのが伝わってきました。いつも自由奔放マンネな勇気。コメントを求められるシーンでは緊張のあまり噛みまくってしまいました。緊張してるところも貴重だし、何より尊いし、短パンの美女は可愛いしどうしたらよいんだろう。うまくコメントできていないところが逆に燃える。このしどろもどろした勇気を見てきっと韓国ファンも増えたことでしょう。そして面白いのが勇気の次のヒュイが問題なくコメントするところ。小森プロ、さすがです。韓国での活動がメインのネクスジですが、とうとう来た初めての日本ショーケース、ネクスジショーケース2024ライドサバイブ開催決定。メンバーの出身地域を巡る凱旋ツアーで大阪、福岡、東京で開催されます。これは争奪戦になること間違いなし。他にも6月30日には戦隊ストレイキッズと一緒に埼玉ベルーナドームで開催される馬チュンのステージにも立つことが決定しているので、もしかしたら日本でのライブ活動が始まる前に日本の音楽番組にも出演し始めるかもしれませんね。日本での活動も増えてくるであろうネクスジ。今後も活躍から目が離せません。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。